ニンニクというのは何事においてもとても重要な姿勢だと思うんです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第18回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら、仏教に関することなどをお話ししています。なるべく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていってください。そして仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。では今回のお話です。最近は法華経に至るまでに仏様が説かれた代表的な3つの教えについてお話をしています。3つの教えは四諦、十二因縁、そして今日お話をする六波羅蜜です。六波羅蜜ですね。六波羅蜜は菩薩が成仏するために実践すべき6つの6種類の修行のことを言います。ハラミツはサンスクリット語のパーラミーターの音写です。音写ですから、この漢字に意味はありません。ハラミツは逃避願などを意味します。この逃避願も成仏をするための行いのことを意味します。それでは六波羅蜜を一つずつ見ていきましょう。まずは伏せ波羅蜜です。伏せは与えることを意味します。伏せには3種類あって、衣服などを与える財政、それから真理を与える法政、そして恐怖を取り除いて安心を与える無為性の3種類があります。仏になるためには施すことをしなさいという、それが伏せ波羅蜜です。次は自戒波羅蜜です。自戒は戒律を守ることです。戒律というのは仏になるためにする修行に定められたルールのことで、そのルールをしっかりと守りなさいということです。次はニンニク波羅蜜です。ニンニクは仏になるために修行する中で起こる迫害や苦難などを耐え忍ぶことを言います。ニンニクとは一切関係ありません。臭いのを我慢して食べるからニンニクではありません。面白くないですね。すいません。後ほどニンニクについては少しお話をさせていただきます。次は精進波羅蜜です。仏になるためにたゆまぬ努力をすることです。どんなことも途中でやめてしまうと成し遂げることはできなくなってしまいます。ですから絶えず努力をすること、絶えず努めていくということが大事であるという教えです。次は禅定波羅蜜です。禅定は心が安定している状態を言います。よく禅定は座禅のことだとおっしゃる方が言いますが、これは正確には多分違うんであろうと思います。座禅を組もうが何をしようが、心が安定していなければ、それは禅定ではありません。仏になるために心が安定して何事にも揺るがない状態を保っていなさいというのが、この禅定波羅蜜なわけです。そして最後の智恵波羅蜜ですね。智恵波羅蜜は般若波羅蜜とも言います。これは文字通り知恵のことで、真の知恵を手に入れることで仏となることができるという、そういう教えです。この知恵が先に挙げた5つの段階の基本となるので、この智
知恵原光を諸仏の母とこう言ったりします。六原光はさらに複雑な分け方もありますが、大体このような形の構成になるわけです。特にこの知恵に関しては今後何度も話していくことになると思うので、今日は先ほども言いましたが、ニンニクについて話をしたいと思います。ニンニクは迫害や苦難に耐え忍ぶことを言います。忍耐とか辛抱のことです。忍耐や辛抱が美徳とされた時代から比べれば、現代はあまり耐え忍ぶことなど大事なものだと、大切だということを言うことはなくなってきたんではないかなと思います。しかし生きていく中で辛抱しなきゃいけないことっていうのはとてもたくさんあります。欲しいものが手に入らない、自分の思うようにならない、こういった単純なものだけでなく、人間関係などはニンニクの連続です。迫害ほど大きくはないものの、他者から自分が攻撃されるようなことがあったときに辛抱しなければならないという場面があるんではないかなと思います。こういう時に辛抱できれば良いのですが、どうしたって怒ってしまうことがありますね。よく怒らないようにするにはどうしたらよいですかと聞かれることがありますが、これほど難しい質問はないですね。何秒我慢すればとか、何分経てば怒りは収まると言いますが、後からふつふつと湧き上がってくる怒りもありますから、怒りは簡単にコントロールはできないというふうに思います。一つ答えとして挙げることができるとすれば、これはニンニク原光の説明のところにも出てくるんですが、ニンニクとは安らぎの心を持って怒りの心を起こさないこととあります。安らぎの心で怒りの心を起こさせないんですね。つまり怒るということは自分の心が怒る状態になっているということです。ですからついつい怒ってしまうときは、これは怒らないようにするというよりも、ちゃんと自分の心が安らいでいるんだろうか、自分の心持ちが安らいだ状態でいるんであろうかということにしっかりと目を向けていただく方がいいと思うんです。どうやったら怒らないでいられますかを必死で考えても解決策はなかなか見つからないと思います。それよりもどうやったら心を安らげることができるかを考えてみてください。それからニンニクしなければいけないことがもう一つあって、それは自分の意見を変えるときです。自分の意見を変えるということは非常に辛抱が必要なんですね。自分の意見や考え方は自分が思っている以上にスッと変わることはありません。特に年齢を重ねるほど自分の意見や考え方が固まってきます。これは良いことでもあるんですが、一方では柔軟性はどんどんなくなっていってしまうんですね。自分でも柔軟性のある考え方をしたいと思いますから、なるべく意見や考え方も変化させていかなければならないと、こういうふうに思います。しかし、その時に多くの人は辛抱が必要だと。辛抱が必要だとは思ってないんですね。自分の意見を変えるような何か大きなことが起きて、くるっと変わると思っています。でも、そんなことはまずないんですね。例えば、自分は目の前にあるものを緑だと思っている。でも、他人はこれを青色だと言います。そうか、これは青色なのか、とはほとんどの人はならないんですね。自分から見るとこれはどうやったって緑だと思うわけです。これは青だよと言われても、すっと見方が変わる、自分の意見が変わることはありません。こういう時に、ああそうか、青色の見方もあるのかと思って
辛抱として青色として見ることにトライしてみる。挑戦してみる。そうしているうちに緑色だけではなくて青色としてこの対象を見ることができるようになってくるわけです。また、もし青色として見えなくても青色だという見方を許容できるようにもなってきます。そうすると自分の意見や考え方が変化して幅が広がってくるというふうに思うんです。他人の意見に触れるということはニンニクが必要です。世の中に対して自分が思う意見や見方ばかりを求めていると自分という殻の中でしか生きていくことができません。仏教の教えの中にも自分はそうは思わないというものが割とたくさん出てきます。でもそこはニンニクして辛抱してじっとその教えの見方に沿ってみる。そうすると見え方が広がってくることがあるわけですね。これを理解するというのかもしれないです。ということで、ニンニクというのは何事においてもとても重要な姿勢だと思うんです。ちなみに法華経でも教えを広める時の心構えとして、このニンニクを含んだエザ質の3期、エザ質の3期という教えが出てきます。その話はまたいつかいたしましょう。それでは今日の話はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。